経営、奥の細道。Presented by Ed Hawk。今回のテーマは、海賊船と試略船です。大航海時代、ヨーロッパ列強は、東インド会社、西インド会社を設立し、先を争って植民地を開拓します。各国の王は、勅許を発行することで、特定の組織に貿易の独占権を与えました。勅許を得た会社は、国家への利益分配を約束させられます。国家権力に守られた多くの商船が遠洋航海に出かけ、国に大きな利益をもたらします。ところが、大航海時代の海上貿易は、常に強奪の危険にさらされています。そうです。海賊です。海賊は、商船を狙って襲い、積み荷を奪ったり、時としては船ごと強奪します。もちろん、海上貿易をしている国には、大きな被害がもたらされます。国は、戦艦を出して海賊退治をするのですが、戦い慣れた海賊を撃退するのは、決してたやすいことではありません。そうこうしているうちに、こんな事態が起き始めます。海賊を撃退するために、国家が海賊と手を結び始めたのです。海賊には、自国の商船を攻撃しない約束で、試略免許を発行します。試略の略の文字、訓読みは、かすめるです。すなわち、略奪を国が許可したのでした。やることは海賊と同じなのですが、国が認めた試略船として、堂々と他の船に戦いを仕掛けることができました。試略船は、海賊を攻撃して自国の商船を守ります。また、攻撃した海賊からの戦利品は、国に利益分配されます。この乱暴な戦略により、商船による国家収益より、試略船による略奪利益の方が大きくなってきてしまいました。すなわち、国家事業として、海賊活動が始まってしまったわけです。事態はさらに悪化します。競って、ヨーロッパの各国は、試略船を仕立てて海賊と戦い、略奪により自国に利益をもたらすようになります。そして、とうとう、試略船の戦いは泥沼の様相となり、海賊船だけではなく、敵国の試略船とも戦うことになります。さらに、試略船は、何と言っても海賊ですから、結局、敵国の商船や軍船をも、見境なく襲うことになってしまいました。こうなると、試略船というものは、国家の施設海軍としての一面を持ち、敵国との戦いが前面に押し出されてきます。有名な海賊、ドレークを例に、実際の出来事を見てみましょう。イギリス女王、エリザベス一世は、敵対するスペインを荒らし回っていた、海賊ドレークに、試略免許を与え、資金援助をします。巨大資本を持つ、マグナ・ソキエタスとして、5隻の船団で、南米西海岸、スペイン領の襲撃を繰り返します。ドレークは、大量の宝石や金銀を略奪し、その襲撃の残虐さは、悪魔の化身、と、スペインに恐れられました。エリザベス女王には、巨額の配当が支払われ、それに応えて、ドレークには、ナイトの称号が与えられました。また、その資金は、後の、イギリス東インド会社の設立につながった、とも言われています。皆さんの事業の成功のために、ぜひともチャンネル登録をしていただき、次の課題に進んでください。